下北沢のベターで店長やらせてもらってます。ベタです。お願いします。ブートレックスベターっていうブランド、その T シャツとか有名なんですけど、から由来を取ってベターにしたっていうのが、ヒップホップ、ストリート、横乗りっぽいイメージで、基本アメリカベースかな。もともとこの通り、僕が働き始めた当時ってうちしかなかったんですよ、古着屋。ちょうどコロナ入る前で駅の形が変わったりとかして、こっちはもうほとんど廃れた時代だったんですよね。だいぶ今も栄えて古着屋さんいっぱいあるんで、また面白いなと思いますけど、ちょっと細くてちっちゃいんで、こんなとこあったんだって思ってもらう時も多いのも、それはそれで楽しいですけどね。僕もともと美容師だったんで、当時21、20歳ぐらいの時に、このお店ができて、たまたま友人が受けてみたらどうみたいな誘いというか、22で皆さん大学卒業される方多いと思うんですけど、22までにどっちをしたいか決めれたらいいなっていうので、当時古着屋さんと美容師どっちもちょっと掛け持ちみたいな感じで、そういう中でベターの方が自分のしたいものの理想だなと思ったんで、今もこうやってずっと7年近くお店やってるっていうのはありますけどね。店内ご案内していきます。ここら辺は割と入り口の方なんで、カジュアルなものをメインに、入ってきた人が目につくようなものを置いてますね。ここら辺のかなりスケートものはベターっぽいスペシャルが並んでるんじゃないかな。お客さんから見てもらえるベターの中では一番イメージ感が強いのかなっていう。こっちが唯一2段ラックなんですけど、ラルフローレンですね。上下ともに僕自身ラルフローレンが好きでいっぱい仕入れちゃうんで、全部ラルフです。こういう今時期人気どこのラルフのアロハ系、こういうポロ感とかかっこいいですよね。でもベターの中だとここが人気ですね。アメカジメインなヴィンテージラック。ベター細長いじゃないですか。結構スッとまっすぐ来る人多いんですけど、ここでみんな目が止まるイメージですね。こういうのっていつ見てもテンション上がりません？セカンドとこういうのは自分たちも、店頭いる中でやっぱテンション上がるんで、年中ここに置いてますね。最近だと結構迫力あるのはここですかね。新品のコットンパンっていう、ヴィンテージの対比で見てもらえたらいいなっていう。コットンパン自体結構和っぽいのが多いですね。デザインとして吉原柄とか、それに対して有刺鉄線取り扱ってるのもあんまり都内だと少なくて、そういう面でもいいかなと思うんです。もし古着出てきたらもうスペシャルな感じのイメージ感をちゃんと作ってくれてるなとは思いますけどね。ここも結構見てくれるお客さん多いんですけど、ここが一番そのラックとしてはバリエーションが豊かにありますね。もう古くなくても近年のアークとか、これとかも今でもあるモデルなんですけど、サイズが 2X あってでかいとか、絶妙に新品で買いにくい部分が並んでるかなとは思いますね。結構攻めた、僕はめちゃくちゃ好きみたいな、伝わるか分かんないみたいのがバッチリハマってくれる人、めっちゃいいと思ってもらうと、古着やっててよかったな。もちろんやっぱそのめちゃくちゃ気に入ってたやつでも残っちゃうこといっぱいありますし、でもそれを選んで来なくなっちゃったら、その楽しいことなくなっちゃうというか、それだと別に古着屋さんじゃなくても良くなっちゃうから、だったらもっとハッピーにお客さんとこれのここがいいよねっていうのを、本当友人じゃないですけど、僕もそのレジの奥にはいますけど、友達と一緒に来てこれ可愛いよねとか、あるじゃないですか、お客さん同士のあっち側でいたいというか、ずっとその絶妙なんですけど、こういう奇抜とかじゃないんですけど、着てる人あんま見なくないですか、こういうの。これ今流行ってるよねとかじゃない。僕めちゃくちゃ好きなんですよ、こういうスキッパールロングとか、ちょっとグランパシャツっぽいのとか選びません？人をみんながみんな欲しいわけじゃないアイテム、こういうのとかもそうですね。何これみたいな。下ウールなんですよね。ウールとポリエステルの混合みたいな。ちょっとでもギャルソンとかそういう雰囲気に持ってきる人もいるのかなみたいな思いつつ、いや見たことないんですけど、別にこれが着てる人いるなとか、これ流行ってるでしょとかないんですけど、テンション上がってくれる人がいたらいいな、これを見てっていうのがずっとワクワクしながら選んじゃいますね。10代の頃から一番魅力的だったのって、一点物買えるっていうのありません？その自分が選んだ他の人が被んないものが買えるだと僕はずっと今でも思ってるんで、新品のブランドのこれ、有名人が着てるこれのこれとかじゃなくて、1枚しかないものを買えるっていうのが僕の中ではずっと古着の魅力かなとは思いますけどね。
紹介させてもらうなら、ちょうど入荷もなったラルフのポロスポのハーフジップナイロンシャツ。これ結構自分でもこんなんあるんだと思った初見なんですけど、シャツとかは、ポロラルフローレンでなんかちょっと他の名前がついたりするんですよ。珍しくシャツジャケットっぽい中でこういう2つ長ヴィンテージキャンプとかいろいろネームがつくんですよ。これフライトプルオーバー。この感じちゃんと、watch付きのポケットでフライトっぽいディテールで、ここまで作るとラルフ結構後ろ手抜くんですけど、ちゃんと裏もちゃんとやってんなっていう塩梅と、これチンストついてて、ほんとシャツとジャケットの中間のこういうのあったらいいなみたいな、こういうの作ってみたいなみたいな自分の中のイメージってあるじゃないですか。を大体作ったのがやっぱラルフなんで、この感じはかなり自分が思うラルフローレンの好きなものが詰まってはいるなとは思いますね。これは本当一押しですね。改めてラルフって何がすごいんですか？何がいいんですか？やっぱその誰でも知ってるのをこうやってオーセンティックなアイテムが多いイメージの中で、大体何でも作ってるんですよね。いいなと思うところで言うと、古着屋としてはというか、これとかもそのハンティング、本当ヴィンテージのハンティングの方もめちゃくちゃモチーフなんですけど、確かに赤ないなみたいな、一枚地だったりとか、確かにこれないなみたいなのを、これとかだとAW ですけど、オイルドジャケットみたいな、大体バブアーのイメージだと思うんで、バブアーじゃなくてこういうちょっとハンティングっぽいディテール感、自分で言うのは難しいけど、そう見せられたらこれ確かにないかもなみたいなのを作ってくれてるイメージというか、当時その20代前半の時とかお金あんまないじゃないですか。ヴィンテージのアイテムが欲しいけどヴィンテージも買うほど金がないみたいな。でヴィンテージのアイテムをちょうどギリギリ買えるぐらい作ってくれたんですよ、ずっと。ラルフローレンの値段が上がる前とか、そういうのもあって長くお世話になってるなっていうのは思いますね。